皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。スカイウォードソードのロボット RS シリーズがゾナウの秘密を握っていそうですね。ブレスオブザワイルド、スカイウォードソード、トワイライトプリンセスのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。セカンド PV に関係あると思われるたくさんの考察小ネタを並べていきます。うまくまとめられずとても散らかっていますが、興味深い内容だとは思います。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。水たまりと天空人のシンボル。ブレワイ続編セカンド PV 後半の水たまりから逆再生で上がっていく雫のシーン。この雫は時空石が関係していると考えていますが、詳細はわかりません。今回お話ししたいのはこの水が溜まっている場所のことです。この二重の円という形を見た時に天空人のシンボルを思い出しました。天空人はトワイライトプリンセスに登場する天空都市に住む者たちです。天空と聞くとスカイウォードソードの歌島、ちょっと前に動画でお話しした不思議の帽子の風の民が暮らす石の家や風の宮殿と同じ床のセカンド PV に出てくるあの遺跡との関連が気になってしまいますね。鳥の姿をしている彼ら天空人は呪文や魔術を用いた独自の発展を遂げ、高度な古代文明を築き上げたと言われていると設定資料集のハイラル百科に書いてあります。天空都市は彼らが作ったということらしいのですが、実はここには影の一族の紋章もあるんです。彼らが協力関係にあったというのは想像しやすいですかね。そしてもう一つ、天空都市には植物のツタがくるんと渦を巻いているようなものが対になっている模様がたくさんあるんですね。これの意味もわかりませんが、彼ら天空人が暮らす家のようなものに施されているようです。セカンド PV に出てきた天空遺跡やメタグロスについて、スカイウォードソードのラネール地方が怪しいんじゃないですかや、ラネール連石状の入り口の模様に似てますねなど、本当にいろんなコメントをいただきましたので、改めてスカウォの砂漠地帯ラネール地方に出かけてきたんですが、かなり前の生放送スカウォで砂上線を攻略中にあのツタっぽい模様に似たようなものを見た記憶があったので、まずそこを見てきました。そしたら記憶違いじゃなかったんですよね。それも砂上線のボス鍵がある東の方だけという限られた一部でした。砂上線はネイルの炎を守っていて、僕が前から何回か動画で取り上げてた RS シリーズというロボットのクックボが船長を務める船です。 RS シリーズとは時を操る特殊な力を持つ鉱石時空石の採掘やメンテナンスをこの地の精霊来竜ラネールに任されているロボットたちでしたね。この船のネールの炎を表していると思われる渦は魚鳥村の特定の家にあるあの渦マークとそっくりですよね。魚鳥村のそのマークがある家は2つとも船を元に作ったような見た目で、砂上線がモデルになっているとも解釈できそうです。詳細は不明ですが、別で少しずつ調べていってます。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。またの方はチャンネル登録をお願いします。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。天空人とシーカー族。ハイラル百科の天空人についてのテキストに、その類まれなる技術により地上から都ごと天に浮かび上がらせたという逸話が残る。かつてハイラル王家との親交があり、シーカー族には天空への使者を導く伝承と天空文字で記された天空の古文書が残されていたと続きが書いてありました。これで思い出すのはトワプリのカカリコ村教会ですね。シーカー族といえばカカリコ村、あそこでは時岡のインパと顔が似ているレナードという男性が牧師をしています。この教会の地下にはフクロウの形をした石像があり、その真上にはあまり見たことないマークがあります。スカウォの騎士学校柱や旗に描かれた紋章と似ていて、天空との強い関連を匂わせますね。フクロウといえばスカウォではゼルダのお父様のゲポラ校長、ブレワイではフィローネ樹海にたくさんあるフクロウの石像を思い出しますよね。さらに奥には先ほどお話しした天空都市へ至るための大砲が収められており、伝承通りの形になっています。そして教会の壁外側には白地に赤の三角形のラインという特徴的な模様が見られます。天空と関わりのあるこの家の模様、これと同じものがまたしてもスカイウォードソードのクックボ船長の家天井にあるんです。形もなんとなくトワプリの赤白教会と似ていますよね。この天井のオブジェについて
詳しくは未だに分かっていませんが、円形になっており、魚から空飛ぶ魚、ナリシャ様ですかね。空飛ぶ魚から赤白教会のような UFO みたいな姿と変化していく進化の過程のように僕は解釈しています。この赤白三角のライン模様は来竜ラネールと関係していると思っています。少しずつ調べていきますね。さて、スカオのラネール地方ですが、ラネール連石状というダンジョンにもなっているその周りがゾナウと関係してそうでとても怪しいんです。他のゼルダゲームでいうゲルド地方である西に広がる砂漠地帯、スカイウォードソードではなぜかラネールと名前がついているんですね。ラネールはブレワイでは東の方に位置していましたが、この理由について僕もよく分かっていません。話を戻しますと、このラネールにあるラネール連石状の中に入って、まず目に飛び込んでくるのは RS シリーズを模したこけしのようなものです。この RS こけしはブレワイのフィローネ樹海の橋の両側などに立ってるトアプリのミドナみたいな見た目の木彫りこけしに似ていますよね。勇気の泉にもありました。ちなみにこの文字気になって解読してみましたが、アイテムって書いてあるみたいです。乗っかっている爆弾花のことなんでしょうかね。あまり深い意味はなさそうです。そしてラネール連石状に入るために装置を起動させるんですが、この装置の側面には赤白ライン、前面には細かい迷路のような模様が入っています。これゾナウと関連ありそうですよね。全体の形としては RS シリーズの顔と似ています。この装置起動させるのに後のマスターソードである女神の剣を使うんですが、その差し込み口の形状が続編セカンド PV のアイゴールっぽい機械のマークにとても似ています。アイゴールはラネール連石状に出てくるアモスやビーモスたちと同じような存在だと僕は思っています。そして最初の方にお話ししましたが、天空都市には影の一族の紋章があって、影の世界にアクセスできるのは砂漠の処刑場です。天空、砂漠、影の一族というこのつながりもだんだんと見えてきましたよね。それぞれまた調べていきますね。今回紹介したトワイライトプリンセスや不思議の帽子も Wii U 本体があれば大きい画面で遊べますので、スカイウォードソード HD の予習としていいんじゃないでしょうか。ダウンロード版を動画説明欄に貼っておきますね。ゼルダの伝説公式 Twitter のつぶやきで、スカイウォードソード HD にはオートセーブ機能があることが判明しました。これでいつ倒れても安心ですね。余裕を持ってゆっくり今回のような紋章を見て回れます。だらだらと話してきて、聞いてる皆さんはとても疲れましたよね。うまくまとめられずすみませんでした。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。